こんにちは。お元気ですか？今日は10月18日の土曜日ですね。10月のね、秋真っ盛りなのかな。過ごしやすい気候ですよね、最近はね。真夏の暑いのが終わって。で、まだ寒くもなくて、風が心地よい気候というかね。昨日は栗羊羹を食べました。秋なので。そうそう、昨日はですね、ちょっと私も珍しくお出かけしたりとかしてました。お出かけっていうかね、そんな遠いとこじゃないんですけども、家の近くのこのバスとかで15分とか20分くらいで着くところかな。私の住んでるとこ田舎なんでね、バスの本数がそんなになくって、行く時ね、何時のバスに乗らなきゃとかね、そういうのがそのために急いだりするのがめんどくさくって、もういいやとか思って、バスある時間に行けばいいやと思ってたんですけど、さあ出かけよっかなって思った時にバスの時刻表をチェックしたら、あと45分くらいね、バスがなかったんで、そのために待ってるのもうざいなと思って、そのバスでね、15分20分くらいのところをね、ちょっとね、歩いて行っちゃおうかなと思ってテクテク歩いて行きました。43分くらいかかったかな。Google ではね、51分って出てたんですけども、普通、やや早歩きなのかなくらいで歩いて、43分くらいかかって 3.7 キロとか出たかな、 Google だと。そうそう、それくらいなんでね、バスを待つ方がめんどくせえみたいなね気分になって歩いて行っちゃいました。で、そこでね、適当に地元のイベント、もちろん無料で行けるイベントをね、ちょこちょこ覗いたりとかしてね、ちょっと気分転換にたまには外に出るのも必要だなっていう一環でね、季節もいいんでね、ちょうど運動にもなってよかったかなって思いました。でね、帰りはねちょっと疲れたからバスで帰ろうと思ってね、あらかじめバスの時間をチェックしてて、帰りはバスで楽に帰ってきたんですけどね。そんな感じでね、昨日はちょっと出かけて、もうその出かけ先でね、栗羊羹が売ってたんで、そこで栗羊羹とかね買って帰ってきて食べたりとかしてました。この秋の時期ってね、やっぱ気候がいいから真夏とか真冬とかに比べてね、何かしらそういうイベントごととかってありますよね。その地域で行うちょっとした催し事とか、お祭りってほどじゃないですけど、そういうのとかね。あとはちょっとね、電車に乗って少し足を伸ばしてね、やや都会エリアとかに行けばね、それはそれで何かしらこの時期って何かのイベントをやってたりとかするのでね、ネットで検索して、そういうのにちょっと気分転換に出てみるのもいいかななんて思ったりとかしてました。私もこの引きこもり生活になって4年半ちょっと経つわけですけれども、やっとこの4年半経って少しずつ外に出てみようかなとか行ってみようかなっていう気持ちが出てきたっていうのはね、エネルギーが通常の普通の状態に回復してきたんだなっていうのを思えて、嬉しいなっていう気持ちがありましたね。あと今年からはね、私も個人事業主としてどうにか自分一人で収入を得れないかなっていうことで試行錯誤してたりとかして、なかなか収入もね全然安定してなくてね、生活費を稼げたのか稼げてないのかぐらいなね、微妙な収入だったりとかするんですけど、ここ最近ねちょっとその収入がどうしても同じことやってても落ちてきちゃって、どうしたもんだろうみたいなね、このままじゃちょっと干上がってしまうなというか、収入がなくなっちゃうなみたいな感じなので、どうやったら収入得れるのかなっていうのを一回ね、頭を
まっさらにしてというかね、ちょっとなんかいいインスピレーションないかなみたいな、そういう気持ちもあってね、家の中で同じことをずっとやってるんじゃなくて、もう全然関係ないとこに行って関係ないものを見てリフレッシュしたりとか、もしくは何かこういうものがあるんだなとか、そういうのを見たりするのも大事だよななんて思って、そういう気持ちもあって、ちょっとね出かける気持ちも起きたのかなって思ったりとかしました。やっぱりね、ここ最近までなんていうかどうにかして収入の糸口を他にもどうやったら収入を得られるんだろうっていう考えはあるにはあったんですけども、とりあえず今時点でどうにかお金になってる部分をどうにか継続させなきゃっていうのもあって、もう単純作業じゃないですけど、同じことをとにかく脳死で何も考えずに量産っていうのかな、とにかくそれを頑張り続けるっていうのをね、何も考えずにとにかく体を回転させるみたいな感じでやり続けてたんですけども、ちょっとそれもね、だんだんとちょっと頑張るだけではお金にならなくなってきて、どうにかしなきゃなっていうのをね思ってたところで、ちょっとね最近ねそれが本当に収入が落ちてきて、逆にね諦めがついたってわけじゃないんですけど、逆にそれで同じことをやり続けるっていうのを一回ちょっと足止めになったというかね、ちょっと止まって考えようというふうに諦められるっていうかね、考えれるきっかけになったというか、それまでにはちょっと追われてた感はありますね。やり続けないとお金が稼げない、収入が減ってしまう、続けていけなくなってしまうみたいなね、やっぱりちょっと追われてる感はあって、たとえその失敗したとしてもどんどん新しいことにトライして検証していくっていうのがね、おざなりになっていたなっていうのは思いましたね。なのでね、全然収入は安定してないですけども、いろいろ個人事業主としてどういうことをやったら収入になるのかなっていうのをもっと画策していきたいなっていうのは思いました。それがここ最近のあれですね。ちょっととりあえず今収入にできていることにしがみついて、とにかくそれを回し続けるというかね、それをやり続けて追われ続けているみたいなところから、収入が落ちてきちゃったんで、逆にね立ち止まって他のなんか方法を画策してみようみたいな気分になれたっていうのは、悪い状況ではあるけれども、いいきっかけにはなったかなって思いましたね。あとその前々からね、来年の確定申告をね早くどうにか考えなきゃって思ってたんですけど、要は帳簿っていうほど私のやってることって複雑じゃないんですけど、会計ソフトの入力とかね、本当にこれで合ってんのかっていう答え合わせがしたいみたいなねそういうのがあって、誰かどっかで聞かなきゃみたいな思ってたんで、青色申告会とかね、税務署とかね、いろいろとにかくどっかに登録してとか、あと税務署に電話してとかね、どうしようかなと思いつつ、とりあえず今目の前のいつまでにこれをやりきるっていう目の前の仕事に追われて、その確定申告系帳簿系を後回しにしちゃってたんですけども、その目の前の仕事がもう下火になってきたのをきっかけに、逆にその来年の確定申告についてマジでどうにかしなきゃっていうのをね考えれるスペースができたというかね、どうせ今下火だしみたいなねそうそう、それは逆に良かったといえば良かったかなと思って、でなんか冷静になれたというかね、なのでちょっといろいろ人に聞いたりとか調べたりとか、人に聞いたことをきっかけにチャット GPT にも聞いたりとかして、最初は青色申告会が税務署に聞くのがいいかなと思ったけど、商工会議所に聞くのも悪くないなと思って、ちょっとそっ
ちにしてみようかなと思ったりとか、あとは図書館でその個人事業主のための確定申告のなんちゃらっていう本を借りてちょっと読んでみたりとか、まあ読んでもね、なんかそれでも実際には本当にこれでいいのかの答え合わせにはならないんですけど、まあそんなことをしたりとかしてましたなのでね、ちょっと一度商工会議所に連絡して聞いてみようかなと思ったりとかしましたね。まあ会費とかはかかるかもしれないですけども、場合によっては青色申告会でね会費を払うよりも商工会議所みたいなところで会費を払った方が確定申告以外にもね他の相談とかも幅広くできそうな気がしたので、もしかしたらそっちの方がいいかもなみたいな、そんなことを思ったりとかしましたね。まあそんなことを思った数日間でございましたあとね、昨日とかね、ちょっとこう普通に自分家で仕事をしてて、まあちょっとお出かけする前にちょっと自分家で仕事したりとかしてたんですけど、このいつものようにね、このスタンディングデスクでねこう立ちながら仕事をしてたんですけど、気候がいいのでね窓とか開けながら仕事してたんですけど、なんかちょっとねじんわり汗をかいてきたなとか思って、流れるほどじゃないんですけど、じんわりちょっと汗かいてないみたいに思って、あれって思ったんですよね。でちょっとハンカチとかでねちょっと顔とかねそのをちょっと押さえたりとかしたんですけど、ちょっと暑いような、なんていうか、あれでも気候的に今日ってそんなに暑いかななんて思ったりとかして、でこれっていわゆるホットフラッシュみたいなやつなのかなって思ったりとかしたんですよ、この汗が。ホットフラッシュって言うと、私のイメージだと滝汗みたいにバーって汗が出るっていうイメージだったんですけども、なんとなくそこまでの激しさはないんですよ。あれ今って汗がじんわりにじむほど暑いかなみたいなくらいの気候の時に、こうちょっとじんわり汗があれちょっとかいたかなくらいな感じがあったので、もしかしたらこれが更年期のいわゆるほてりの一つの症状なのかもなって思ったりとかしました。ちょっと前の動画ではね、私の場合は汗は出ないけど熱が体の中になんていうんだか、熱がこもるみたいな感じで、ちょっとこう気分というかこう体感的にうざいというかね、熱がこもっててちょっとこうシャワーとか浴びてその熱を放散させたいみたいなね、そういうちょっと不快な、めっちゃ辛いとかじゃないんですけど、ちょっとうざいぐらいの不快な感じが私にとってのほてりなのかなって思ったんですけど、昨日はね軽くじんわり汗ばむみたいなことがあって、私の更年期のほてりっていうのもだんだんこういう感じでいろいろな症状が出てくるのかななんて思ったりとかしましたね。だからこう滝汗みたいのになっちゃったら大変だとは思うんですけど、じんわり汗がかくぐらいだったら、逆にねこう熱が内にこもってるのにこう汗とかが全然出ないとかだと、それはそれでちょっと体も不快な感じになっちゃうので、あんま外に出た時にね困らない程度に汗をかくとかね、それくらいだったらいいかなっていうふうに思ったりとかはしました。なのでね、その私の更年期的な症状もね、こう更年期障害と言われるくらいのこうきつい症状にならない程度にで収まってくれたらいいかななんて思ったりとかしましたね。でやっぱりこう肌の体温がね、いつもより高い状態が続いてるなっていうのは感じますね。この首の周りとかね、こういろいろ腰のあたりとか全体的にね、全体的にこう触ってみると体温が高いのかなっていうふうに思って、これが更年期の一つの症状なのかなっていうふうに思ったりとかしましたね。この体温調整とか、自律神経の乱れから起こる症状なのであれば、この熱をね放出するっていうこの機能がちょっとバグを起こしてて熱がこもってるのか、もしくは単純にこの熱をいつもよりこう生産してしまってるのか、ちょっとどっちかわかんないですけれども、もし普段よりもねこの更年期の症状によっ
てこう熱を普段よりも生産してしまってるのであれば、それによってねこうカロリーを使ってるはずなので、その分痩せてもいいじゃんって思うんですけど痩せないかなって思ったりとかしましたね。その更年期でホテルっていう分の熱生産の分だけカロリーを消費して痩せてほしいっていうふうには思ったりとかしましたね。まあ代謝がね、その閉経の後は代謝が落ちたり、閉経からパタッと代謝が悪くなるわけじゃないんですけど、その代謝の分太りやすくなるとかね、そういうの言いますけれども、この熱が出てる分その分熱生産によってカロリーを使ってほしいなって思ったりとかしましたねそんなことを思ったりとかしてたんですけど、そんな感じで徐々にちょっとずつ更年期を感じつつ、ちょっとずつこの引きこもりとかね、メンタル部分の回復も感じつつの48歳の秋なんですけれども、まあこれからねちょっとどうなっていくのかなと思ったりとかしますよね。まあとりあえずは今現在生きていけてるので、たとえ今収入がガクッと下がったとしても、そんなにね悲観するのはやめようとは思ってますね。っていうのもね、去年の今頃とかはね、やっぱり収入自体がまだ0円だったので、自分でどうにか収入を得れるように、自分一人で雇われずに自分一人だけで完結してお金稼げるようにならないかなっていうのを、去年の今頃は春ぐらいからね試行錯誤してて、それでもまだ0円っていう状態で、貯金はどんどん減っていくし、貯金はもともとどんどん減ってったから4年半前から引きこもり生活、無職生活をしてて、たまに派遣の仕事を短期でしたりとかね、そういう感じで貯金もどんどん減ってってて、だから減ってなくなった時に自分が頑張れるほどの動けるほどのメンタルが回復してなかったら、人生積む終了っていうパターンで、もうそりゃそれでしょうがねえなっていう感じではあったんですけども、去年の今頃はね、そうしょうがねえなと思いつつ、できる範囲であがかなきゃというかね、あがきすぎて今度はメンタルがまた悪くなって、そこで寝たきりになっちゃったらそれはそれであれなんで、その辺はちょっとうまくコントロールしながらというかね、無理せずに。ただ不安はちょっとありましたよね。収入が全然なくって、で、去年の10月くらいからかな、今か10月11月ぐらいからね、ちょっとずつやってることで収入が得られるようになって、ちょっとほっとして、01というかね、ゼロの状態から1円でも稼げた時の感動っていうのはね、やっぱりあれでしたねそれでどうにかその後その生活費くらいはプラマイで稼げるようになってきて、貯金ができるほどではなかったんですけど、それでここまでやってきて、ただね、その収入のあり方っていうのもまたね、この安定的に稼げるものではなくて、その月その月の出来高みたいな感じになっちゃうので、とにかく追われるように働いてというかねはあったんですけども、そんな感じで、ちょっとね内容はねちょっと言えないんですけど、多分言ったらね頑張れなくなっちゃうと思うんですよねやっぱりある程度安定するまでは人に見せないというかね、人からの意見を入れたら自分がくじけてしまいそうっていうのもあるので、とにかくねそんな感じでどうにかね自分一人で収入が得れて、どうにか自分一人の食いぶちぐらいにはなるようにはしたいなって思ってた感じで、今はねそろそろ現実的にね確定申告のためのちゃんとあれもしなきゃっていうことでね、そんなことを考えてたっていう感じですね。でちょっと話は戻るんですけど、更年期の症状としてはめちゃめちゃちょっと
きついとかそういうのはないんですけども、やっぱりここ最近ちょっとね、なんていうかちょっとなんていうのかな、安定しない、体調が若干こう、なんていうのかな、具体的に頭が痛いですとかお腹が痛いですとか貧血ですとかそういうんじゃないんですけど、なんとなくちょっと無理が効かないなっていうのは感じてます。それが単純にね、この年齢的な老化現象っていうよりも、やっぱり今ちょっとこの期間的な更年期というこの不安定な期間的なものなんじゃないかなっていう感覚を体も感じているので、やっぱりねこの期間はちょっと無理が効かない時期だなとは思いますね。ちょっと無理しちゃった後はその後やっぱりねドーンと結構動けないとかいうちょっと疲れがドーンときちゃったりとかするので、これが年齢的なものなのか体力が落ちたからなのかっていうよりも、やっぱりなんとなくこう不安定期間、更年期期間によるもののような気がするなっていうのを感じてますね。だから無理は効かないかもしれないけれども、逆に言うとその無理が効かないからこそ、ある程度自分にね定期的にメンテナンスという意味でもね、ちょくちょく小休止をするとかね、休むとかね、そういうのをね免罪符にできるっていうかね、正当化できるっていうかね、休むも仕事じゃないけど、トータルのパフォーマンスを考えたら自分のメンタルがやられちゃうとか、その辛い中頑張り通してその頑張るイコール辛いみたいなね、そういう印象を持ってしまったりとか、あとは気分よくできないとその自分がやっているパフォーマンスもその気分の悪さの中無理やり頑張ったものっていうのはそのパフォーマンスも落ちると思うので、そういう意味ではね俯瞰してというかね、客観的に自分をここは甘やかせてもいいとかね、きついとか思いながらやり続けることが果たしてそれがこの生産性を考えた上で正しいのかどうかっていうのをね俯瞰してというか第三者目線で自分をジャッジするというかね。でも時にはそれがね甘えでそういう正当化してんじゃねえかなとかちょっと思っちゃったりとかして、わけわかんなくなっちゃったりとかするんですけどね、どうなんですかね。そんなことを思ったりとかして、ちょっと自分でも今日何言ってんのかちょっとよくわかんないんですけど、今日っていうか毎回ちょっとよくわかんないですけどそんな感じですねただ体調管理っていうのはこの不安定な時期には特に大事かなって思うので、こういう時にね辛い筋トレというかね、なんていうんだろう、筋トレとか筋肉維持とかはメンタルの維持と筋力の維持とかも関わってくるので大事ではあるんですけども、この更年期っていう不安定な期間に入った自分にとってはそういうの運動とかそういうのももちろん大事なんですけれども、呼吸とかねそういうのが大事になってくるかもなっていうのは思いましたね。っていうのもやっぱり更年期の症状っていうのは自律神経の乱れっていうのがとにかく大元にあるじゃないですか。ホルモンの分泌量とかが自然に変わってきて、それによって脳がねなんちゃらホルモンとかをもっと出さなきゃとかね、これまで通りにこの女性器とかねそういうことに関する活動がねこれまで通りに行われていないことによるこの脳のね指示とかね、それに対する体の反応とかね、それによって脳の指示とかね視床下部とかかながちょっとバグってきて、それによる副産物じゃないな、それによって自律神経が乱れてしまって、その自律神経の乱れによるいろいろね体温調節とかね、この動悸とか息切れとかね、そういうのも自律神経とかが管理してる部分になるので、そういうことから感じる不定収素というかね、不定なのかな、そういうのが出てくるっていうのがやっぱり更年期の時期だと思うので、そう考えると自律神経を整える個人でできる方法、ダイレクトの方法としてはやっぱり呼吸
じゃないかなって思うので、もちろんね普段の生活習慣自体を全体的に良いものにするとかそういうのはあるんですけど、そういうのって直接的なダイレクトなコマンドになってないじゃないですか。全体的にそういう生活を続けていくと全体的にこの自律神経も安定してっていうのはあるんですけども、だから呼吸とかをしっかり深い呼吸をするとか、なんていう長い呼吸、深い呼吸をする、途中で深呼吸をするとか、あとこのヨガとかでゆっくり体を伸ばすと同時に呼吸をするっていうのが結構更年期のこの期間に対しては優先順位っていうか、何か体を動かすっていう中でのアプローチの最小としてはそっちなんじゃないかなって思ったんですよ。例えばジョギングとかウォーキングとか筋トレをするっていうものの手前に、その前に呼吸を整えてストレッチをするっていう呼吸でまず自律神経にダイレクトにコマンドを送れるっていうのもあるだろうし、それによって自律神経のあれによっていろいろ血行が悪くなってたりとか、筋とかが固まって収縮しちゃってたりとか、そういうのも出てくるので、まずはその部分を最初にケアして、だからヨガとかがこの時期はいいと思うんですよね。ヨガとかで呼吸とストレッチ的な運動をした上で、その上で筋トレとかするっていう、その順番はねそっちの方が大事かなっていうふうに思いますね。っていうのを体感的にも感じているので、無理にね心拍数を上げるような運動をする以前に、この時期はまずは呼吸をちょっと意識してするような深呼吸とか、だからヨガですね。ストレッチとともに呼吸もできるヨガをやって、それをやった上でさらにその次のステップとして筋トレをするとかね、そういうのがこの自律神経が乱れているという更年期期間は大事なんじゃないかなって思ったりとかしますね。で、その更年期の時期が過ぎてっていうか、ここまでですよっていうはっきりしたあれはないと思うんですけども、例えばその閉経し終わってさらに1年とか経ってくらいだと徐々に更年期の期間が終わってくるわけですけど、そういう時にね、年齢は今よりも重ねてしまってはいるんですけども、そういう症状が終わった時にね、筋トレとかね、もうちょっと激しい運動とかねしてもいいんじゃないかなって思うんですよね。だから今はねきついと思いながら筋トレしたりとかすると、多分ねその後にねその疲れとかそういうのがね妙にその後ガクンときたりとかするんですよね。それが年齢的なものっていうよりね、その更年期期間による揺り幅みたいなね、もともとベースが不安定な状態で無理に筋トレしてとかね、そういう感じがするので、今の時期はね無理に頑張んなくてもいいというかね、それよりも呼吸を整えて気持ちいいと思えるようなヨガ的な運動をしておくのが正解なんじゃないかなって思いましたね。で、そういういわゆるコンディショニング的なね、ヨガ的な運動と呼吸を続けた上でちょっと運動してみたいなっていう気分が出てきた時こそ、その筋トレなり、ウォーキングなり軽いジョギングなりするっていうのが一番この体にとってはいいんじゃないかなって思ったりとかしましたね。しましたねっていうことで別に何かを見てこうですよって言ってるわけじゃなくて、私の体感的なあれなんで何かのエビデンスがあるとかそういうわけじゃないんですけども、私個人的にこの更年期の期間っていうのをね初めてそこに体験してみて、この体感的に感じたのは、順番的には呼吸とストレッチ的なヨガ的運動でコンディショニングをした上で、動きたい、歩きたい、筋トレちょっとしちゃおうかな、したいなっていう
感情が自然に湧いた時にそういう運動をすると。体がっていう時にってなってるのは運動不足だから、こうちょっと頑張って筋トレしようとか、ちょっと動きたくない、辛いけどウォーキングに行こうとかするんじゃなくてもいいんじゃないですかねみたいな感じですね。あとはね、そのウォーキングをね、ちょっとしたウィンドウショッピングとかね、ウォーキングをしなければならない的なものじゃなくて、ちょっとあれを楽しいから見に行っちゃおうみたいな感じで見に行って帰ってきたら、ちょっと歩いたから OK みたいな感じで、もうそれを娯楽の一個としてウォーキングしなきゃにしないみたいなのがいいんじゃないかなって思いますね。なんかもうねなんでそんな頑張んなきゃなんないのっていう感じで、それ言ったら仕事もなんですけど、たまには休んでもいいんじゃないかなっていうふうに収入が落ちてきた今逆にそう思ったりとかしました。やっぱり休日っていうのをね、もしかしたら強迫観念みたいな感じで休日を作れなかったのかもっていうのがあるので、休んでもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。365日休みがないっていうのも、それが自分でやりたいからやってるとはいえ、やっぱりなんかこうね、ルーチンがルーチンになって強迫観念にもなってっていう風には自然になってたのかなっていう気がするんで、なんかそんなことをこう喋ってる間もね、私今ちょっとじんわりとこう汗かいてんなって思って、今ちょっとそんなに暑いかななんて思ったりとかしてたんですけどそんな感じでございました。どんな感じかちょっとわかんないですけど、そんな感じでございましたということで、それではまた。